こんにちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。さて本日はいつもの童話や児童文学の世界から少しだけ羽を伸ばす特別番外編をお届けします。この番外編では私支配人ルイが大人になった今だからこそ心に深く突き刺さると確信する至極の作品を厳選してご紹介します。今後は月に一度この番外編をお届けする予定ですのでどうぞお楽しみに。そして記念すべき第1回は夏休み特別企画としてこれからご紹介する壮大な物語を前編後編の2本立て2週連続でお届けします。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。番外編の幕開けを飾るにふさわしい形成の物語、ジョージ・オーウェル作1984年です。この作品はこれまでに65以上の言語に翻訳され世界中の読者に衝撃を与え読み継がれてきたディストピア小説の金字塔です。例えばアップル社の創業者スティーブ・ジョブズも本作に強く影響を受けた一人として知られています。物語の全体像は重厚で読み応えのあるボリュームですがご安心ください。2週にわたりこの壮大な物語の魅力の核心に迫っていきます。この物語は私たちが当たり前だと信じている自由や真実の意味を静かにそして深く問いかけてくるでしょう。それでは物語へ深く潜る前にこの恐るべき傑作を生み出したジョージ・オーウェルと作品が書かれた時代について深くそして鮮やかに触れてまいりましょう。まるで私たちがその時代に降り立ち作者の隣で息遣いを感じられるように。作者ジョージ・オーウェル、本名エリック・ブレアは1903年にイギリス植民地時代のインドで生まれました。彼の人生そのものがまるで一つの戦いの物語のようでした。名門イートン校を卒業後ビルマで帝国警察官として勤務しますがそこで帝国主義の圧政を目の当たりにし支配することへの強い嫌悪感を抱き辞職します。作家を志した彼は自らの特権を捨てパリやロンドンで意図的に困窮生活を送りました。その生活は社会の底辺で生きる人々への深い共感と理解を育んだのです。彼の人生の決定的な転機は1936年に参加したスペイン内戦でした。ファシズムと戦うため義勇兵となりましたがそこで彼が見たのは味方であるはずのスターリン主義者による裏切り、粛清、そして情報操作でした。第二次大戦中には BBC でプロパガンダ放送に従事した経験も持ちます。この経験は言葉を操り思考を支配する作中の言語ニュースピークの着想源となりました。そして長年患っていた結核に蝕まれながらまさに命を削るようにして人類への最後の警告を書き残したのがこの遺作1984年だったのです。1949年に本作が出版された頃世界は第二次世界大戦の傷跡が生々しく残る不安の時代でした。ナチスドイツは滅びたものの今度はソ連という新たな全体主義の脅威が生まれ鉄のカーテンという言葉に象徴される冷戦の空気が世界を覆っていたのです。秘密警察による監視、プロパガンダによる世論操作、そして歴史の改ざん、それらはフィクションではなくすぐ隣で起きていた現実でした。そんな中で発表されたこの物語はあまりにも現実的な恐怖として人々に受け止められました。ビッグブラザーはあなたを見ているという言葉はすぐそこにある未来の悪夢だったのです。このような作者の人生の深みと作品が生まれた時代の生々しい鼓動を知ること、
そうすることで物語に込められた幾重ものメッセージがより一層私たちの魂の奥深くに響いてくるのではないでしょうか。さて、オーウェルが生きた壮絶な時代、その息吹を感じていただいたところで、いよいよ彼が命を削って書いた物語、1984年の世界へと足を踏み入れていきましょう。ただその前に、この物語はその独創的かつ恐ろしい世界観を理解することが物語を深く味わうための鍵となります。作中にはビッグブラザーやテレスクリーン、ニュースピークといったオーウェルが生み出した独特の言葉が数多く登場し、これらが物語の根幹を成しています。そこで今回は特別に本編の朗読に入る前に、このディストピア世界を構成する重要なルールとキーワードを解説するパートを設けました。このパートで物語の舞台オセアニアがどのような社会で、人々がどんな監視下に置かれているのか、そして塔がいかにして人々の思考そのものを支配しようとしているのか、その具体的な仕組みをご理解いただけます。いわばこの後の物語への旅の地図を手に入れる時間です。この地図があれば、主人公ウィンストンの孤独な戦いがより一層生々しく、そして切実にあなたの胸に迫ってくるはずです。まずオセアニアという国家が人々の肉体と行動をどのように支配しているかを見ていきましょう。その頂点に君臨するのが偏在する瞳を持つ絶対者、ビッグブラザーです。彼の威厳ある顔は街の至る所に貼られ、ビッグブラザーがあなたを見ているという言葉とともに国民の一挙手一投足を見下ろしています。彼は実在する人物か単なる象徴か誰も知りません。しかし彼は神であり保護者であり、そして最も恐ろしい支配者としてオセアニアのすべてを全ているのです。そのビッグブラザーの支配を盤石にするための3つの巨大な柱が存在します。1つ目は永続戦争です。世界はオセアニア、ユーラシア、イースタシアという3つの超大国に分割され、常にいずれかの2国が同盟し、残りの1国と戦争を続けています。しかしこの戦争の真の目的は敵国を打ち負かすことではありません。戦争を続けること自体が目的なのです。戦争は国民の憎しみを外に向けさせ、国内の支配体制を安定させるための終わることのない道具なのです。2つ目は厳格な階級社会です。社会は完璧なピラミッド型をしています。頂点には全人口のわずか 2% しかいない支配階級、中核党員、その下に党の方針を実行する実務階級、外部党員が 13%、そして残りの 85% を占めるのが政治的に無関心でいる限りある程度の自由が許されている労働者階級プロレです。そして3つ目の柱が最も恐ろしい統制装置、テレスクリーンです。これは全ての家庭や職場に設置された双方向のモニターです。党のプロパガンダを一方的に流し続けるだけでなく、24時間あなたのあらゆる言動を監視しています。ごく低いささやき声さえも聞き取り、不適切な表情をしただけで罰せられる。プライベートという概念はこの世界には存在しません。思考の外科手術。しかしオセアニアの本当の恐怖は物理的な監視にとどまりません。党の支配は人間の最後の聖域である思考そのものへと侵食してきます。その目的は党へのいかなる反逆もその可能性が芽生える前に精神の内部から根絶することです。そのための2つの精神の外科手術があります。1つが矛盾を真実へと変える精神操作、二重思考、ダブルシンクです。これは党の絶対的な無謬性、つまり党は決して間違わないという大原則を心に刻み込むための精神的規律です。心の中に矛盾した2つの信念を同時に抱き、その両方を純粋に受け入れる能力を指します。例えば心理省で働く者は歴史を改ざんして嘘をついていると知っていながら、同時に党が示す新しい歴史こそが真実であると心から信じなければなりません。戦争を司る省が平和省と呼ばれ、拷問施設が愛情省と呼ばれる。
この矛盾を矛盾として認識せず、党の決定を無批判に受け入れる。党が 2+2 は5であると宣言すれば、それを疑いようのない真実として信じ込める精神状態を作り出すこと、それが二重思考の最終的な目的なのです。そしてもう一つが、思考の牢獄を築くための言語、ニュースピークです。この言語の究極の目的は、異端な思想、つまり党の教えに反する考えをそもそも考えられなくすることです。ニュースピークは語彙を徹底的に削ぎ落とすことで思考の範囲を物理的に狭めます。例えば、良いを意味するグッドという単語はありますが、その反対語、悪いは存在せず、代わりにアングッドと言います。これでは極悪非道や邪悪といった悪の深いニュアンスを考えることすらできません。同様に素晴らしいや見事なといった豊かな感情を表す言葉は消え去り、代わりにプラスグッド、さらに強い肯定はダブルプラスグッドといった機械的な造語に置き換えられます。これにより感情の繊細なグラデーションが失われるのです。そして最も重要な自由という言葉はニュースピークにも存在しますが、それはこの犬はのみがいない、フリーフロムライスといった何々がないという意味でしか使えません。私たちが考えるような思想の自由、個人の自由といった概念は、それを表現する言葉がないため、やがて人々の頭から消え去ります。ニュースピークが完成した暁には、党への反逆はそれを考えるための言語的道具がないため、文字通り思考不可能な犯罪となるのです。運命に翻弄される人間たち。この絶望的な世界で3人の登場人物がそれぞれの運命を背負って物語を動かします。彼らの出会いと葛藤がこの物語の核心へと私たちを導きます。主人公のウィンストン・スミス。彼は心理省で働く外部党員ですが、心の中では党の支配に燃えるような憎悪を抱いています。彼は失われた過去の真実を求め、禁じられている日記をつけ始めます。この小さな反逆行為がやがて彼の運命を、そして人間性の限界を試す壮絶な戦いの引き金となるのです。黒髪の女性、ジュリア。彼女はウィンストンの前に突然現れる若く生命力にあふれた党員です。一見体制に忠実なように見えながら、彼女は自分なりのやり方で党の規則を破り、個人的な快楽を追求します。ウィンストンと彼女の禁じられた恋は、人間的な感情を取り戻すための希望となるのか、それとも2人を破滅へと導く罠となるのでしょうか。そして謎めいた中核党員オブライエン。ウィンストンはその知的な瞳の奥に自分と同じ反逆の光を見て、彼を同志だと信じ込みます。彼はウィンストンが求める真実を知る唯一の希望の存在に見えるでしょう。しかし物語が最も残酷な局面を迎えるとき、オブライエンは愛情症の奥深くでその真の顔を表します。彼は救世主か、それとも究極の絶望の体現者か。その答えは物語の最も暗い場所で明らかになります。以上が1984年をめぐる旅の地図です。絶対者ビッグブラザーの視線のもと、思考さえも許されない世界でウィンストンのささやかな抵抗がどこへ向かうのか。それでは物語の核心へと耳を傾けてまいりましょう。第1部、序章。13時の鐘と監視の眼差し。13時を告げる鐘が鳴り響く4月の明るくも凍てつく日。その異様な響きはもはや日常と化した世界の歪みを静かに告げていた。主人公ウィンストン・スミスは勝利マンションのガラスの扉をすり抜ける。廊下に漂うのはゆでキャベツの気だるい匂いと古びた雑巾の記憶。そして壁には巨大な顔のポスターが神のごとく、あるいは悪魔のごとく君臨していた。
重厚な黒い口ひげを蓄えたその男の眼差しは、どこへ逃れようとも執拗に彼を追い続ける。ビッグブラザーはあなたを見ている。その言葉は単なるスローガンではなく、この世界オセアニアを支配する絶対的な真理であった。彼が自室の扉を開けようとした時、隣人のパーソンズ夫人から配管修理を頼まれ、その部屋で恐るべき光景を目にする。青い短パンに灰色のシャツ、そして首には赤いネッカチーフという少年スパイ団の制服を着た子供たちが、おもちゃのピストルで彼を思想犯と罵り、公開絞首刑を見に行きたかったとダダをこねていたのだ。我が子にさえ怯える母親の姿に、ウィンストンは家庭すら党の監視塔と化した世界の恐怖を実感した。ウィンストンの部屋では、テレスクリーンと呼ばれる金属板が、銑鉄の生産量に関する無機質な数字を絶え間なく吐き出している。それは監視の目であり、党の耳であった。音量を下げることはできても、完全に沈黙させることは許されない。彼は窓辺に立ち、灰色のロンドンの街並みを見下ろす。そこは党のスローガン、戦争は平和である、自由は霊獣である、無知は力であるが、白亜の真理章、ミニストリー・オブ・トゥースの壁に刻まれ、人々の思考そのものを支配する世界。ウィンストンは39歳、静脈瘤の海洋にうずく足首を抱え、その心には誰にも告げられぬ異端の思想がうずいていた。この絶望的なまでに管理された世界で、彼は一つの禁忌を犯そうとしていた。それは小道具屋で手に入れた美しいクリーム色のノートに日記を記すという死に値する思考犯罪であった。第1章、過去の亡霊と未来へのささやき。インク壺にペン先を浸すウィンストンの指はかすかに震えていた。紙にインクを染み込ませるという行為は、党が支配する今という永遠の牢獄に個人的な過去というくさびを打ち込むに等しい。彼は書く。1984年4月4日。しかし、その日付にさえ確信はなかった。党は過去を自在に改ざんし、昨日の真実を今日の嘘へと変える。記録は日々書き換えられ、人々の記憶さえも支配下に置かれるのだ。午前11時、真理省の創造しい大食堂に集められた党員たちが参加する2分間憎悪が始まった。けたたましい音とともに、テレスクリーンに裏切り者ゴールドスタインの顔が映し出されると、人々は理性を失い、憎悪の絶叫を浴びせる。ウィンストン自身もその抗いがたい狂乱に飲み込まれながら、憎しみの矛先を後ろの席の黒髪の娘ジュリアへと向けていた。彼女の若さと健康美が党の狂信的な抑圧の象徴に見えたのだ。だがその憎悪の渦の中で、彼はふと党中枢の一員オブライエンと視線を交わす。その眼差しにウィンストンは自分と同じこの儀式への隠された軽蔑と知性の光を読み取り、孤独な魂にかすかな共鳴を感じるのだった。ウィンストンの仕事は、その巨大な偽造システムの一翼を担う真理省記録局での記録修正作業であった。彼はニュースピーク辞典の編纂に携わっていた同僚サイムのことを思い出す。言葉を破壊するのは美しいことだ。思考の範囲を狭めることこそニュースピークの目的なのだから、と食堂で熱弁した彼はあまりに聡明すぎた。ウィンストンは直感した。この男はいずれ蒸発させられる運命にある、と。サイムの運命は、この世界の恐怖が単なる監視や暴力ではないことを示していた。かつて英雄とされた人物を一夜にして裏切り者へと変え、党の予言が常に正しかったかのように過去の新聞記事を書き換える。それは言葉を奪うことで思考そのものを支配し、現実そのものを捏造する作業であり、彼の日常は虚構を紡ぐことで成り立っていた。彼は誰のために書くのか。それは未来のため、まだ生まれぬ者たちのため、あるいはオブライエンという幻影のような同胞のため。我々は暗黒のない場所で会おう。いつかの夢のささやきは絶望の闇に差し込む一筋の、しかし致命的な光であった。この日記は届くことのない手紙だったのかもしれない。彼は思考犯罪こそが
死そのものであることを知りながらペンを走らせるビッグブラザーを打ち倒せと。第2章、シンクの帯と愛してるの衝撃。ウィンストンの心の中で2人の人物が対極的な象徴として存在していた。一人はオブライエン、希望と知性の象徴。そしてもう一人は小説局で働く黒髪の娘。彼女の腰に巻かれたジュニアハンセックス連盟のシンクの帯はウィンストンにとって党の狂信的な純血主義と抑圧そのものであった。彼は彼女を憎んでいた。その若さ、美しさ、そして何よりも党のスローガンを体現するような健康的な肉体を。ある日の昼休み、真理省の廊下でその娘がウィンストンの目の前で転倒する。腕をつった彼女が苦痛に顔を歪めるのを見た瞬間、ウィンストンの心に予期せぬ感情が芽生える。それは敵意を超えた一人の人間に対する純粋な憐憫であった。彼は手を貸し彼女を起こす。その瞬間、彼女の手がウィンストンの手のひらに小さな紙片を滑り込ませた。それは意図的で秘密に満ちた心臓を凍らせるような感触だった。自席に戻りテレスクリーンの監視を意識しながら、彼は震える指で紙片を開く。そこに書かれていたのは彼の思考のすべてを覆すたった一言のメッセージだった。愛してる。それは脅迫でも罠でもなく、絶望の世界に投げ込まれたあまりにも純粋であまりにも危険な告白であった。憎悪の対象であったはずの娘ジュリアからのその言葉は、ウィンストンの灰色の世界に鮮烈な色彩と死と隣り合わせの生きるための渇望を暴力的なまでに注ぎ込んだのだ。第3章、黄金の国、肉体という名の反逆。ジュリアとの仰せはテレスクリーンの目を盗む慎重で一つのミスが命取りになりかねない隠蔽工作であった。雑踏の中、視線も交わさず断片的な言葉を交わしながら、彼らはついに最初の約束を交わす。5月の陽光が木々の葉を透かし、ブルーベルの花が霧のように咲き乱れる森の奥深く、そこはウィンストンが夢の中で何度も見た黄金の国に酷似していた。現れたジュリアはウィンストンの前でまるで一つの文明を打ち砕くかのような壮麗な身振りで、党の象徴であるシンクの帯を引きちぎり、オーバーオールを脱ぎ捨てた。その白い羅針は抑圧された性の解放であり、党に対する最も根源的な反逆の罵しであった。彼らの結びつきは単なる肉欲ではなかった。それは愛という感情が根絶されようとしている世界で人間としての尊厳を取り戻すための闘争であった。ジュリアはウィンストンが思うような狂信者ではなく、むしろ党の教義を嘲笑い、規則を破ることで自己を保つしたたかな現実主義者だった。規則は小さく守って大きく破るの。彼女の言葉は絶望の中で生き抜くための野生の知恵に満ちていた。彼らは鳥のさえずりだけが響く静寂の中で、党の支配が及ばない束の間の楽園を見出し、その抱擁は世界全体に向けられた政治的な宣戦布告となった。第2部第4章、過去の結晶。ガラスの文鎮とチャリントンの部屋。2人の反逆はより大胆な形を求めていた。ウィンストンはかつて日記帳を購入した小道具屋の2階の部屋を借りることを思いつく。そこにはテレスクリーンがなく、忘れ去られた過去の匂いが満ちていた。店主のチャリントンはまるで過去そのものから抜け出してきたような人物で、2人の関係を察しながらもその秘密を守ることを約束した。その部屋は彼らにとっての聖域となった。ジュリアは闇市で手に入れた本物のコーヒー、砂糖、パン、ジャムを持ち込み、ウィンストンの前で化粧をし、女であることを謳歌した。彼らはそこで党員としてではなく、一組の男女として過ごすささやかな幸福を味わう。部屋の片隅に置かれたガラスの文鎮はウィンストンにとって特別な意味を持っていた。ガラスの中に封じ込められたサンゴは変わることのない美しさの象徴であり、彼とジュリアの関係、そしてこの部屋という党の支配から切り離された小さな世界のメタファーであった。それは改ざん不可能な歴史の断片であり、彼が守ろうとする真実そのものであった。
しかしその水晶のような聖域にも不吉な影が忍び寄る。壁の羽目板の影から鼻を出す一匹のネズミがウィンストンの心の奥底に眠る名状しがたい恐怖を呼び覚ます。その平穏はガラスのように脆く、常に破壊の危険にさらされていた。第5章、同盟という名の罠、オブライエンとの開口。ウィンストンの心の奥深くでは、ジュリアとの愛と並行してオブライエンへの密かな死母が燃え続けていた。彼はオブライエンこそが伝説的な反政府組織ブラザー同盟の一員であり、自分たちを導いてくれる存在だと信じていた。ある日、その確信は現実のものとなる。オブライエンはショーの廊下でウィンストンに声をかけ、ニュースピークの専門的な話題を口実に自宅の住所を記した紙片を手渡したのだ。それは紛れもなく同盟への招待状であった。ウィンストンとジュリアは覚悟を決めてオブライエンの上質なアパートを訪れる。インナーパーティーのメンバーだけが享受できる静かで豊かな空間。そこでオブライエンは絶対的な権力の証としてテレスクリーンのスイッチを切ってみせた。彼は自分たちがブラザー同盟の一員であることを認め、2人に組織への忠誠を誓わせる。殺人、破壊工作、偽情報の流布、子供の顔に硫酸をかけること、党を打倒するためならいかなる非道な行為も厭わないかという問いに、2人は次々とはいと答えていく。しかしお互いに別れ、二度と会わない覚悟はあるかという最後の問いに対しては、ジュリアが即座にいいえと叫んだ。ウィンストンもまた長い葛藤の末、自らの意志で固くいいえと答えた。愛だけは譲れない最後の砦であった。オブライエンはその答えを静かに受け入れ、後日同盟の秘密を記したゴールドスタインの例の書を渡すことを約束する。ウィンストンはついに真の闘争の入り口に立ったのだと信じきっていた。彼の長年の孤独な反逆がついに報われる時が来たと。本日の前編はいかがでしたでしょうか。ジョージ・オーウェルという一人の作家の壮絶な人生と作品が生まれた時代の息遣いを感じていただけたなら幸いです。来週お届けする後編では物語の核心にさらに迫ります。テレスクリーンによる監視社会、ニュースピークによる思考の統制、そして歴史改ざん、これらの恐るべき設定が現代を生きる私たちにどのような未来への警告を投げかけているのかを深く掘り下げてまいります。あなたにとってこの物語で描かれるビッグブラザーとはどのような存在に映るでしょうか。後編を見る前に少しだけ思いを巡らせてみてください。大人の童話シアターではこれからも時代を超えて心に響く物語をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をして来週の後編、そして来月の番外編も楽しみにお待ちいただけましたら大変励みになります。それではまた来週、この物語の続きでお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。